じゃあお願いします。お願いします。フェラーリいろいろやってきました。488と F12 と FF、SF90、V8 最後のエンジンですね、NA の。そうですね。正直458もずっと値段が上がっていて、ちょっと高止まりしたかなっていうところで、またちょっと下がったり、また上がったりしてて、多分欲しい人は高くても状態いいやつが欲しいんでしょうね。そうでしょうね。これ2012年とかから出てるんですか？2010年ぐらいから10年ぐらいからっていうと、もう13年前とかの車なんで、はい、増税ですね。もう増税対象にもなるし、あとはいい球がない。いい球はやっぱすごい高いですし、ですよね。距離行っててもやっぱ2000切るか切らないかっていうような相場ですね、今。だって新車でこの車も2200、300万ぐらいが多分車体本体価格プラスオプションでどこまでいくかって感じですよね。どうですか、458結構オプションあるんですか？定番なオプションみたいなのは結構あるんですけど、これはあんまりちょっとついてないところはあって、488ぐらいからだと結構カーボンパーツとかありますけどですね。外装カーボン、あとは内装のいろいろステッチ入ったり、カーボン LED のハンドルが入ったりしますけど、まずヘッドライトがこの世代がこの縦になったんですね。前世と言ったらいいのか、360、430時代はこういう形状じゃなかったじゃないですか。そうですね。縦長なデザインで結構印象違いますよね。このヘッドライトになってからずっとこういう感じですよね。今の812とかもこういう縦の、そうですね、形状ですし、ウインカーポジションは LED なんですけど、これですか？ヘッドライトはキセノンですね、まだこれは。そうなんだ。切り替わり時期というかちょうど過渡期って感じですね。過渡期で、あと458のかっこいいのはここなんですよ。この切れ目、ダクト。そうですね。ダクト代わりになりつつ、ちゃんとこのデザインにもこう反映されているような感じで、これもピニンファリーナの最後のモデルっていうのもあって、そっか、ピニンファリーナ488からも違うんですね。変わっちゃって、フェラーリでデザインしてるの変わってますね。なるほど。でここのダクトもかっこいいですね。ここがそうですね。下から入って上から抜けるような、すごい。なんかこの時代からちょうど空力を意識し始めた時代なんですかね。なんか快速とか速さを求めてやっぱこういう形態に、今はもっとすごいんでしょうけど、10年前半でこのデザインはすごいんじゃないですかね。こことかすごいですよ。もう奥なんてめちゃくちゃ遠くで手入らないですからね。あんまりまじまじと見たことない自分の車だけどガレージに入れっぱなしだとあんまりわからないという。そうなんですよ。だとここにやっぱりフェラーリマークがね、ついてる。これ結構高いらしいです。これ高いんですか？2、30万ぐらいするとかいう話らしいです。やっぱさすがフェラーリ、何でも価格が一つ一つ高いという。でここはスプリッターみたいなんですよね。この下に風が通って、だからここも貫通してますからね。ここね。そうですそうです。すごい。あとはエンブレムは立体のものがついて、この尻尾焼きはもうこの時代はついているんですかね。これ尻尾焼きですね。オプションですか？これオプションですね。オプションなんだ。めちゃくちゃ高いって言いますもんね。後からつけたいっていうような金額じゃないような感じですけどつけなかったらこう本当フラットなんですか？これ逆についてない車を見たことが私ないんですよね。彫りが入ってるじゃないですか。プレスが入ってるんで、ワンチャンもしないやつだったらフェンダーごと変えないとうまくつけられないのかなっていうそうかもしれないですね。感じしますね。かっこいいな。やっぱりこの458はこの低さがかっこいいですね。純正で下げれるところまで下がってるっていう感じなんで。あとこれホイールオプションじゃないですか？これはオプションです。オプションですよね。なんかこんなオプションホイールあるんだと思って。これガンメタですけど、シルバーだったり何個かオプションがあるみたいで、この車買った一つの理由としてはこのホイールがかっこいいって思ったからっていうのが確かに出ました。絶対軽いですよね。もうここら辺すごいですよ。めちゃくちゃスポークも細いし、この肉抜きもすごいし、多分これもチタンナットなんじゃないかな。それもチタンのオプションですね。あとタイヤのサイズが245、3520なんですね。カーボンブレーキは標準ですね。かっこいいですね。これあんまりフェラーリしかこういうローターないですよね。このもう冷えてる時全然効かないんですよ。やばいですか？温まってくると急激に引き出すんで最初は危険ですね。今のカーボンブレーキよりはちょっとシビアな感じなんですね。普段あんまり遠出しないんで、温まりきる前に家に帰ってきちゃうんで結構怖いですね。怖いですね。キャリパーも全然走ってないだろうというから、色落ちも何もしてない。意外と綺麗を保ってます。めちゃくちゃ綺麗ですよ。であとはデザイン的にはこの柔らかいデザインがこのピニファリーナデザインなんですかね。今の F8 とか本当にちょっとカクカクし始めてるじゃないですか。フェラーリ内部の人がね多分デザインしてると思うんですけど、ターボ化になって結構大幅にデザイン変わってますよね。フェラーリらしさがまた違う方向行きましたよ。いかついイメージですね、最近のは。ですね。いかつい系です。それぐらいいかつい。またこのリアタイヤもこれまためちゃくちゃ太いじゃないですか。これ295の3520、リアの方がちょっとホイールも深いのかな。そうですね。深いし、あとはこのキャリパーは対向4ポットですね。488になるとリアが6ポットなんですよね。
66になるんですね、じゃあ。そうですそうです。ブレーキは結構かっちりしてるんじゃないですか、フェラーリは。やっぱ乗用車よりは温まればバッチリ効きますね。あとはこの時代からやっぱりカーボンブレーキが流行りだした時期だったんで、相当お金もかかってると思いますし、多分このディスク1枚だけで100万ぐらい本当にするんじゃないかなと思うぐらい。全交換すると、はい結構いい金額いくと聞いてるので、そんなに減るようなものじゃないとは思うんですけど、飛び石でかけたりした時はちょっと高いかなっていう。これは怖いですね。怖いですね。あとこの458といえば2頭テール、今の4頭もかっこいいですけど、すっきりしたデザインもかなり好きですけどね。430が4頭で、ここから2頭になったって感じですね。でまた F8 で戻して戻って結構まあ原点回帰する車最近いろいろあるんで、お尻僕好きかもしれないですね。そうですね、ガレージでやっぱ止めてるとお尻をよく見るんで、後ろもショートデッキ感ある、長すぎない感じ、これがやっぱかっこいいなっていうか、デザインも結構全体的に好きで買ったっていうのもあるんですけど、いやこれ嫌いな人あんまりいないと思いますけどねザ・スーパーカーみたいな、あと V8NA の一番いい音するみたいなイメージはありますけど、やっぱそこっすね、 V8NA でいい音っていうので、まあ、探し始めて、替えがないじゃないですか。もう今シングルプレーンのエンジン V8 で NA でいい音っていうと、それこそコルベットの C8 とかああそうですね、めちゃくちゃいい音しますけど、高いですしね、またあれも、まあこれも高いですけどもちろんあとこの辺ってなんか何もないかと思ったら、これファンがついてるんですね、これ中。あそうです、リアに冷却系とかが、相当エンジンが熱いからゆえにここから排熱してる部分もあるのと、あとここが開いてるのか。そうですね、そこから空気取り込んで冷やしてるっていう感じです。なるほど。だからここからも取り入れるし、ここからも取り込んで冷却に回ってるし、でここも開いて排熱されてるし、いろいろ考えて設計されてると思います、はい、あとこれやっぱりこの車のいいところ、これじゃないですかやっぱり。ここしか見どこがないぐらいかもしいやれないですけど、いやいやいや、やっぱりこの車だったら絶対マフラーを変えたいっていう。この車を買った決め手はこのマフラーって言っても過言ではないですねああ、これリアピースだけじゃなくて駅マにも交換されてるんですね。全部そうですね、フル液入ってますね。あーする。でバルブもついてる。バルブついてます。ああいいっすね。あとよくこれ吸ってないっすね。若干吸ってる跡はあるんですよ、はい、私は吸ってないんですけど、あ前のオーナーさんが。そうですね、いやすごいっすよ、でもこの出方は言っても純正の範囲内で下げてもグー1個ちょっとぐらいしかないですからね。そうですね、あとここからパワークラのコーションが入ったところも見えるんですね。そこにあるんですよねありましたね、ここにじゃあちょっとエンジンルーム見せてもらっていいですか、これ。はい、開けますね。この車の推しポイント、やっぱりエンジン。なんといってもやっぱ V8 のいや NA ーですかね。この辺もすっきりしてますね。なんかあんまりターボがない分いろんな配管だったりモーターのねいろんなオレンジの配線があったりするのも、ターボになるとやっぱちょっと部品点数が多いせいか、はいちょっと込み入った感じするんですけれども、うん NA だとこうすっきりしてるかなっていうのも、まあ、このモデルの好きなポイントではあります。かなりすっきりしてますね。この車結構結晶塗装が割れるイメージなんですけど全然割れてないですね。今のところ大丈夫ですね。まあ、やっぱ熱がすごいからね、やっぱ剥がれちゃうんでしょうね、この辺も。電スロとかも入ってるんで、熱はちょっと心配なところはあるんですけど、はい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 今のところノントラブルで来ているんで、何キロぐらい走ってるんですか、今これで。2万キロ超えたぐらいですかね。この時代の DCT からはちょっと安心感が増したって言われたイメージなんですけど、いや、本当その通りだと思います。うん中古とかでも5万キロとか走ってる車も売ってるの見ると、あまだいけるなってまだいけるなみたい感なやっぱりスーパーカーといえば見えなかろうがどうでもいいっちゃいいかもしれないですけど、ここがガラスで、はいでエンジンのねヘッドカバーがちゃんと結晶塗装で赤だったりとかするところが今の貼り付けたみたいなエンジンルームよりは興奮するというか、見てるだけでなんかスポーツカーに乗ってるなっていう雰囲気が感じられますよね、やっぱり。バックミラーでちらっと映るこの辺っていうんですかね、あーはいはいはいがなんか乗ってるなっていう感じはしますね。そうですね。この458はちょっと売れないな。なんか一回所有するとどうしてもまた欲しくなったり、違うフェラーリも欲しくなりそうな。中毒性はあるかもしれ中ないですね。毒性絶対ありますね。スピード感も結構満足できますし、まあ、ですねパワーはもう使い切れないぐらいありますしV8 の 4.5 リッターで570馬力のトルクが50キロちょっとぐらい。そうですね、この世代の車としては結構トップクラスの V8 なんじゃないですかね。まあ、NA でそこまで出てたらもう何も文句ないですよね。いや文句ないですね。てかそれ以上 MR で扱いきれなくなりますからね。そうですね。じゃあちょっとこれトランクルームいいですか、これ。はい、フェラーリあんまり見たことなくて、さあお何も入ってません。だから人乗れますね。あ、人入れます。人入れますね。こんな広いんですね。前側結構長いですね。ここまで使えるんですね。そうですね。あとはこれ外せばもうちょっとここら辺まで使えそうなぐらいいいですね。こういうとこがなんかイタリア感じます。買った時はよく見たんですけど、所有してから全然見てないですよ。あ見てない全然見てない
まあそれほど所有すると結構それだけで満足しちゃう可能性はそれは絶対ありますよね。やっぱフェラーリってこうドア開けたくなるんだよな、このエンジンルームといろいろ開いてるシーンがかっこよくて家で一人でいる時もたまに開けて、開けっぱなしで眺めちゃうっていうのがあります。ちょうどいい感じの車高にもなってるし、これで何センチぐらい下がってるんですか2、3センチぐらいで一応保安基準は満たしてるっていうとこおーいいですね。でもねここが危ない、ちょっとここが一番低いんじゃないかなという。ろ。それはありますね。高級車こういうドア怖いじゃないですか。ここがバキンとか割れたら本当に。意外にこの車オプションとしては結構シンプルな感じですね。中はそうですね、はいほぼオプションが入ってないんですけども、探してる時に重視してるのは音とか、間違いない、このモデルっていうのにこだわったんで、あとこれちゃんとこのベタベタ拭いてある、はい、処理してあります。はい、ツルツル。このツルツル感っていうだけで不愉快感がいや相当結構軽減されますね。買った時はまだいけてたんですよ、湿気なのかわかんないですけど、徐々にベトベトがベトベトが出てきちゃってあとやっぱこういう内装もやっぱりちょっとずつこういう感じになるんですね。そうですね。なるほどね。でもいいですね、この職人が手で縫いましたみたいなこのステッチの若干のズレそれすらもハンドメイド感を感じてかっこいいなって思っちゃいます。量産されてる車と比べてちょっと質感はさすがフェラーリっていう感じです、いやーでもかっこいいじゃないですか。もうこのペダルももうやる気満々。結構レーシーな感じです、ね、かなりレーシーですね。なんかちょっと座らせてもらっていいですかこれ。どうぞ。今458もいい球が少ないからもう怖い。よいしょ。ガラス広っ。このフロントガラス結構視界いいんですよ。どうぞ走ってくださいって感じですね。内装もステアリングに全てがまとまっちゃってるんで、確かにこれでもう全部スポーツだったりこの辺でトラクション系と、あとこれもあれかな、ワイパーとか。ワイパーとか、はい、ウインカーが、はい、そうですね。はいはい。でやっぱこのメーターかっこいいですよね。真ん中に黄色メーター458から9000まで回る。回りますね。確か430だと8600ぐらいでしたね。本当これドライブはいけるけど快適装備という面では本当ないですね。そうですね、必要最低限っていう感じですね、走り楽しんでくださいよっていうのと、こういうところのボルトも六角っていうところがなんかレーシーですね。ですね。はい。であと意外にこのシート結構座り心地いいです。ここの座面が広い。広いんで横 G かかるときにちょっと滑る。ちょっと滑るかもしれないですね。若干エンジンかけていいですかこれ。どうぞ。ギュッと。おお。でも意外にこれバルブ閉まってるとこんなぐらいなんですね、音量は。そうですね。これ開けると絶対うるさいですねこれ。結構そうですね。やばいですね。開け閉めできるのはやっぱいいですね。室内で開け閉めできるのは最強ですね。自分の都合で全部いじれちゃう。それは間違いないです。何かあってもこれで緊急回避できますし、家の近くでは静かモード。もうこれぐらいですもんね。そうですね。これでも純正よりうるさいと思うんですけど、やっぱなんかこの車はずっと乗ってたいな。こういう車もう多分出ないと思うんで、だから出せないと思うんで。そうですね。排ガスとかいろいろ厳しいですから。ですね。あと衝突安全性的にもフロントこんな低い車もあんまりなかなか作りづらいんじゃないかなと思いますし、そうですね。この車も結構振動きますね、背中に。この辺お茶とか置いてたら多分結構こうブルブルってなってますね。これのスペチュアレとかもっとやばいんでしょうね。別物じゃないですかね。別物じゃないかな。どうなんだろう。そっちはもう価格帯がちょっと桁がまたいやめちゃくちゃ上がりますね今。違いますからね。でも本当になんかデザインの感じは488もそうですけど、ずっとこのデザインが今も継承されてる感じはあるんで、まだあんま古さを感じないデザインっていうのも、気に入ってる人。そうですね。だからフロントは全然古臭もないし、もう古臭さって本当にもう荒探しをすれば、テールとやっぱキセノンライトですかね。そこは逆にこの車の時代ならではの良さとして考えるしかないですね。じゃあちょっとせっかくなんで V8NA4.5 リッター570馬力、あと車重が車検場だったら、1500ちょっとぐらいですかね。ぐらいですかね。はい。ぜひちょっと加速を、あとトンネルもあるんでね。はい、ぜひ。してください。バルブ開いてるとまあまあしますね。だいぶうるさいですね。だいぶうるさいですね。ちょっと今びっくりしました。よし、じゃあお願いします。はい。うわ、458の音だこれ。F458 だこれは。さっき来る時渋滞とかで結構そういうところばっかやってたんで、ちょっとあんま良くないのかなっていうのを。いやそうですね。なんかすぐこう一足にグッとクラッチ離してほしいですよね。いやでもダッシュボードが低いから本当見やすい。見やすいですね。めちゃくちゃ見やすいです。458だ。
や。いや、これはマフラー買いたいでしょみんな。シフトアップダウンしたくなる感じですね。なるほど。燃費が悪いですね。いやもうしょうがないですねこれは。もう趣味車としての割り切り。まあでも6速7速入れちゃうともう全然。そうですね。全然余裕ですね。これは静かに走ってらんないな僕だったら。やっぱちょっと開けちゃいたくなって。もうすぐ踏みたくもなるし開けたくもなるし。そうなんです。家の前じゃできないんで、こういう外出してもうこういう一人でこう乗るときとかはもうアクセルいっぱい上げちゃいます。ちょっと開けてもらっていいですか。さすが570馬力ちゃんとある。G がある。いやそうですね。あとやっぱりこの時代タイヤが良くないとトラクションもうかかりきらないですね。そうですね。もう MR の限界だなこれ。やっぱタイヤケチるとちょっと痛いのにちゃう。いやー間違いないです。これでも結構今スポーツモードなんで電子制御入った状態でこれぐらいですもんね。左ちゃうと怖いですですね。排圧かけたくなりますこれは。でももう逆に言うと488の進化も感じますし81の進化も感じますし。そうですね。ミッションはこれはこれでまあ確かにシングルクラッチっぽいこの DCT と言ったらいいのか。乗りやすいですね。自分でミッションで扱ってるみたいな感じですね。そうですね。F12 とかの方がもっとふわーってこうなんか演出する癖があるというかありますけど、モデルによってやっぱ味付けも違うって感じですよね。全然違いますね。こっちの方がこの必要な分だけしかグリッピングしないところありますね。いいなこれは。ずっとまっすぐ意外に足しなやかですね。そうですね。純正の足でも満足しちゃうぐらいの。めっちゃパフパフもしてないし、あとなんかこの吹き返した後アクセルポッて乗せるとバホーってなるんですね。これ気持ちいいな。そうですね。結構やっぱ高速乗ってるとそういうのが多いんで、ね、その度にちょっとにやけちゃうと。そっかこれは街中ではできないですね。下道では楽しめない。あんまりすぐ速度でしょ。いやそうなんですよ。あと車が軽快ですね。めちゃくちゃ軽さ感じますね。地面にピタッとしてひらひら動く感じあります。488と458を比べるのもあれですけどなんかどっちも良さがあってなんかどっちがいいと言われても決着つかないというかそれぞれの良さはありますよね。そうですよね。まあなんかフェラーリうまいなというか毎回しっかりこう差別化されてるというか、パワーはやっぱターボついた方が出てるんで、まあね、フェラーリのすごいの488でもちゃんとマフラー変えると結構こうなるんですよね。そうなんですよ。あれにびっくりしてみんな最初488出た時はターボになっちゃって音悪いなみたいなことおっしゃってましたけどちゃんと対策すれば結構いい音になるという、ここまでのねその周波数が高い音は出ないんですけど落としても。でこれをバルブ閉めるとどれぐらいになるんですか。バルブ閉めると結構回転上げてもこれやばいめっちゃすごい。そこら辺に走っても全然車検通りそうみたいな感じですね。そうですね。回してもそんなに鳴り響く音よりかは心地よいサウンドで僕開けてもらうといやでもこっちでしょやっぱりこういうとこ来たらやっぱり開けちゃいますよね。いや絶対開けたくなります。何ってでも綺麗だったらありなんじゃないかなっていう気もしますね。逆にその13年ぐらい経って1万キロ以下だと車も生き物みたいなところあるんで、あとブッシュとかオイルとかも入ってるところを考えると定期的に動かしてる方が程度はやっぱトータルで見たらいいですよね。ですね。なんか仮想工なんでめちゃくちゃ元気じゃんって中古車結構いっぱいありますからね。全然あると思います、資産性だけ考えるのであればやっぱりガレージで一生保管するのがもちろんいいと思うんですけど。そうですね。車なんでやっぱ乗って
何本みたいなところはあるんですけど、雨降ってると乗りたくなくなっちゃうとかいろいろそういういつ乗れるっていうのがタイミング次第ですよね。ですね。まあそういうところを気使うこの価格レンジになってくると、大切にしすぎちゃうと逆に乗れなくなっちゃったり。っていう感じになるんだろう。やっぱ4000、5000ぐらいから。5000なくなりますね。これは気持ちいいですね。そうですね。だから結構車つながってる時とかこんな音が鳴りますめっちゃ気持ちいい。まあこれも演出してるんだろうな、なんかフェラーリがいろいろと。でしょうね。うまいすぎる本当に。8のエンジンは爆音でも全然不快感ないな。やっぱこれパワークラついてますけど、ブリリアントとどっちがいいみたいな、論争もあったりします。個人的にはブリリアントの方が若干線が細い音が大きい感じなんですけど、そうですね、こっちの方がちょっとアメリカンな感じ、まあ日本製だけどちょっとブワーっていう感じが、そうですね、ザ・パワークラみたいな感じは好きですね。やっぱ音質はブリリアントが結構いい、好きな人多いですけど、まあ音量でいうとパワークラ多分こっちの方が上がってる気がします。はい、トンネルさん。いやこれは F1 だわね。やば。はい音です。いやこれは回したいわ。ノーマル乗ってる人絶対マフラー変えた方がいいと思うけどなこれ。変えたくなっちゃいますよね。めちゃくちゃいい音しますよこれ。うわーえぐ。V8 の吹いてくみですね。もう吹き返しがすごい。めちゃくちゃいい音してるこれ。もうやっぱ自分で乗るのはあるんですけど、他から聞くとどんな音かっていうのが結構気になるんですよ。外から聞くことないっすもんね。ないっすね。多分相当異様な雰囲気だと思いますけどね。まあ、あとやっぱ黄色が目にちょこちょこ入ってきますね。やっぱり。やっぱそうですね。ダウンがすごい。そうですね。逆に次欲しい車何になるんですか。こういろんな車乗ってみたいって最初は思ってたんですけど、まあ結構悩ましいですね。なんか壊れたりしたらちょっと何にしようかなって考えますけど、今のところは乗り続けようかなっていう気持ちはあります。でもただ他のポルシェとかランボルギーニとか乗ったら欲しくなっちゃうんですよ。なると思いますよ。また違う良さがなんかうまいんですよね。このランボにない良さがやっぱりフェラーリにもあって、フェラーリにない良さがやっぱランボにあって、それぞれのメーカーの良さっていうのがいろいろある。そうですね。本当に同じイタリア車とは思えないぐらい、こっちの方がスペシャル感はありますけど、ランボの方がザ・スーパーカーみたいな、この A ピラーのこの下がり方とかもやっぱりこれの半分ぐらいなんで、そうですよね。もちろん頭も低くなっちゃうんですけど、本当にミニ界に行ってるような感覚もありますし、完全に大人のおもちゃみたいなもんですか。そうですね。まあこれもめちゃくちゃ面白いですけどね。もう乗っててこうなんかイタリア車2010年ぐらいの車だからといってすごいなんか今にも壊れそうで怖いなって感じはそんなないですね。イタリア車壊れるってよく、ちっちゃい時聞きましたけど、そうですね。全然これ壊れてないですね。込んだ後意外に耐えてくれてますね。面白い。どうしようこれ乗っちゃったら次なんだろう。
まあ次味わいたいってなったらやっぱ V12NA のフェラーリエンジンはあるかもしれないです乗ったね。ことないんで、はいはい最初横乗りでもいいから乗ってみたいですね。じゃあなんかガレージ2台並んでどうしましょうかね、 V12 ともう最高じゃないですか。最高だと思うんですよこれ。この V12 にはないちょっとこの V8 の荒々しい感じは欲しい派なんで、そのそうですね。すごい整ってるじゃないですか、やっぱ V12 だとエンジンも欲しくなりそうだなって音質も違いますからね。全然違いますね。いやすごいな。でもこんな2010年代に570馬力の MR でほぼフェラーリ最強と言われてましたからねいや出た時はめっちゃ乗りたいってすごい思ってたんですよ。うん、僕も思ってました。やっぱ小さい時からなんかフェラーリって、まあ、憧れだったっていうのがあって、それを手にするためにはちょっといろんなことを頑張ってましたけど我慢するか頑張るか考えるか。そうですね、まあ運よくというか、まあ、ご縁があって、まあ、所有することができましたけど、やっぱ満足感は結構高いですね。高いですね。まあ人生1回やっぱり V8 ねいいんじゃないでしょうか。まあ正直リセールもねバカ落ちする車でもないですし、そうですね、うまく運用していれば結構マイナスを食らわずに乗ったりとか意外に貯金代わりになったりする部分もあるかもしれないんで、結構まあ楽しんじゃったら、まあ落ちたらその分お楽しみ代って考えれば、でもねもう2000万円台でこういう楽しいスーパーカーってもう今ないじゃないですか本当に。まあもう新型全部軒並み4000、5000とかそうなっちゃいましたね。4000万の、まあ、新型でしたらなんかコスパいいねみたいなそうですよね。いやいや全然良くないんだけどみたいな感じなんですけど、金銭感覚バグっちゃうんです。バグってますね。今のねそれこそ296もそうですし812もそうですし SF90 もそうですし、ちょっと限定車になったら奥の単位になっちゃうんで、もういっちゃいますね。そこからすると458が2000万円台で買えるっていうと、なんか安いかなってちょっと金銭感覚またおかしくなってるというねでもまあこの楽しさと所有感とこの V8NA を楽しめるのであればコスパはいいかもしれないですね。そうですね、それを良しとする人がいればすごいおすすめの車だと思います。まあ、ただちょっとフェラーリだとお手軽に乗ってくっていう感じはちょっと私は今のところなくてはいはいはい。まあちょっとコンビニ行こうではなかなか出さない出しづらい、出さない。まず暖気から始まっちゃうんで歩いてた方が早くなって確かに暖気してる間にもうなんかほぼ帰り道みたいな状態になっちゃいますもんね、歩いていった方が。めっちゃ貴重な体験でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。458は面白いな、これはこれで。これはこれでそうですね、他とはまた違った感じで。大事すぎる。これ試乗しちゃったら絶対買っちゃいますね。最初はなんでしょう、見に行くつもりでこの車見に行ったんですけど、はい横乗りするって言われて、うんそれでもう完全に買いますっていう感じで買っちゃいまいやしなるでしょこれは。だってもうエンジンかけた瞬間からやばいもう買っちゃいそうってなっちゃいますもんねこれ